こんにちは、ミッキーです。今回は上野日暮里レトロカフェ6選としてお店をご紹介していきます。昨年の夏にも上野のカフェご紹介してるんですけども、今回は上野日暮里と少しだけ範囲を広げてご紹介できればと思っています。特に日暮里エリアは屋根線と呼ばれる地域がありまして、そこでは趣深い昔の街並みがそのまま残されているような空間がありまして、今回ご紹介するお店も老舗の銭湯をリノベしたりとか、老舗の古民家をリノベしたりという形で、昔の建物や昔の文化をそのまま残しつつ、新しい現代の様子と調和させているような空間もたくさんありますので、ぜひカメラ片手に街並みを散策していただいて、カフェ巡りも充実させていただければなと思っています。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、御徒町駅の近くにありますエッグベイビーカフェさんでございます。御徒町駅は上野駅を出てアメ横を抜けた先にありますので、上野駅からも歩いていただくことができるかなと思っています。こちら今ご覧になっていただくとわかるかと思うんですけども、ニューヨーク郊外にあるような空間で卵料理を楽しむことができる専門店になっています。こんな感じでめちゃくちゃおしゃれな空間が広がっていますし、こういった形でテイクアウトもしていただくことができますので、もしよかったらこちらでテイクアウトしていただいて上野公園で楽しむというのも選択肢の一つになるかなと思っています。こんな感じでコーヒーメニューがドカッと書かれていまして、あとは卵料理がとてもおすすめになってますので、ぜひコーヒーメニューと卵料理一緒に頼んでいただいて、こちらのお店でくつろいでほしいなというところでございます。こちらのお店はカウンターやソファー席などお気に入りの席でカフェタイムを楽しむことができまして、さらに言うとお一人様で利用されている方もいましたし、友達やカップルと来ている方などいらっしゃいましたので、様々居心地がいい空間になっているのかなと思っています。さらにコンセントがある席も多数ありますので、ご飯を食べた後作業用として使っている方も多いのかなというふうに見受けられました。今映していました通り2階席なんかもありますので、1階席2階席お好みの方を選んでいただいて楽しんでいただきたいというところでございます。こちらは先ほど申し上げましたような卵料理になっていまして、ティラミスもそうですし、あとはテレビでご紹介されているプリンや目玉焼きに見えるチーズケーキも有名だということでございますので、ぜひ注文していただいて写真に収めていただきたいというところでございます。こちらはこの日に頼みました半熟卵のサンドセットになっています。こちらのエッグサンドめちゃくちゃ美味しい雰囲気伝わってくれるかなと思ってますけれども、卵を3個も使った贅沢なサンドになっていまして、半熟卵の奥にはマヨネーズなどと和えた卵が入っていて、最後まで食べ応え満点でございました。こちらサラダとポテトもついてきますので、本当に満足感たっぷりになっているメニューでございます。こちらの店土日は行列の場合もあるということでございますので、来店はなるべく早めの時間がおすすめになっています。続いては日暮里駅の近くから喫茶2階さんをご紹介していきます。こちらインスタグラム等々でも幅広くご紹介されていますので、一度はこの2階という印象的な看板をご覧になったことがある方も多いかなというところでございます。こちらは1階はココンという器屋さんになっていまして、店主さんが海外から買い付けてきたヴィンテージアイテムと日本で仕入れた器が並んでいます。そしてこちらの店は古民家をリノベーションしてできた喫茶店というところでございまして、2階に上がったところにあるのが喫茶2階でございます。ということで喫茶2階というのはつまり2階を示しているというところですね。でこちら壁がブルーなのがとても涼しげで特徴的でありますし、インスタ映え間違いないかなといったところでございますので、ぜひ確認していただいて写真にも収めてほしいなと思っています。こういったレトロな雰囲気の中でおしゃれなロゴがありまして、さらにグッズなんかも売られていますので、そのあたりも注目してほしいです。そして店内入っていただきますと、こういったレトロな家具と、あとは電飾なんかにも包まれていますので、この辺りもとても注目になっていますし、こういったところもたくさん写真を撮ってしまいたくなるような雰囲気になっています。席の数がそんなにたくさんあるわけではないんですけれども、比較的回転率はいいと思いますし、こちらの日暮里エリア自体が結構穴場なスポットになっていますので、カフェ好きな方なんかは落ち着いて隠れ家的に楽しんでいただくことができるといった印象でございます。こんな感じでインテリアの一つ一つがとても注目になっていますので、これらを眺めているだけでも時間が経ってしまいそうな印象でございます。
さらに文学小説も置かれていますので、ぜひカフェでメニューが運ばれてくるまでの待ち時間も楽しんでいただきたいと思ってます。さらにこの上野の空間はアーティスティックな博物館や美術館があるエリアになってますので、ぜひ美術学生の方なんかはこの暑い夏の季節にちょっとした休憩に訪れていただく場所として参考にしていただければと思ってます。こちら今映してますのが喫茶2階さんのメニューになってるんですけども、本当に幅広いメニューがありまして、特に喫茶店メニューが特徴的になってますので、喫茶店が好きな方は十分に楽しんでいただくことができそうです。なのでこちらを訪れていただく際は、例えば午前中に美術館や博物館を巡っていただいて、昼休憩にはこちらに少し足を伸ばしていただいてランチを楽しんでいただく。さらにもうちょっと余裕がありましたら、こちらの目玉になっていますクリームソーダも頼んでいただくと、充実感たっぷりな休日にすることができそうです。もうこんな感じで本当にたくさんのメニューがありますので、一度とは言わず2度3度と訪れていただいて、たくさんのメニューを試してほしいです。ちなみに先ほどクリームソーダというふうに申し上げたんですけども、フロート含めるとたくさんの種類がありますので、ぜひ事前にインスタグラム等で他の方々の投稿を参考にしていただいて、目星をつけた上で頼んでいただくと、効果的に効率的にお店の中での時間を過ごすことができそうです。そしてこちらはこの日にいただきました2階のクリームソーダ&ゼリーでございます。こんな感じでまさにですね、この綺麗な空の色のような色をしていますクリームソーダ、そしてこちら右手に映っていましたちっちゃい器に入っているのがゼリーになっています。本当に涼しげな印象でございますし、夏にはぴったりなメニューだと思ってますので、ぜひ今年の夏結構暑いですけども、こちらでゆったりと食事から涼しさを味わってほしいです。でこちらいずれのメニューに関しましても、この2階と書かれたお店のロゴを模したような旗をお子様ランチっぽく載せてくれているところもとても嬉しいポイントですね。ゼリーはこんな感じでプルプルと振ってあげますと、とてもインスタ映え、ストーリー映えになりますので、ぜひですね、この辺りはリールとかショート動画とかにも収めてほしいです。であと手前に映っていますこちらの2階と書かれているこのオブジェ自体もとても素敵になってますし、購入していただくこともできますので、ぜひそのあたりも参考にしてほしいです。続いては冒頭で申し上げました屋根線エリアをご紹介していきます。こちらは仙台駅の近くにあります谷中銀座というエリアでございまして、こちらではレトロなショップですとか食べ歩きできるスポットもありますので、ぜひそのあたりも訪れてほしいです。そしてこの中からご紹介しますのが萩カフェさんというところでございます。今映していますのは築60年の木造アパートを改修した最小文化複合施設であります萩荘というところでございます。こんな感じで萩荘については詳細な説明がされていますので、ぜひ確認していただいて、今回ご紹介する萩カフェ以外にも気になるスペースがありましたら、ぜひ確認していただきたいなと思っています。こちらの萩カフェさんは丁寧に入れるハンドドリップコーヒーと地域の八百屋、肉屋、魚屋さんから仕入れた新鮮な食材を使ったメニュー、自家製スイーツが自慢になっています。またこんな感じで併設されていますギャラリーでは若手アーティストの個展が開かれているなど、多数の美術館、博物館があり、芸術色の強い上野エリアでも重要な存在になっています。この日はこんな感じで大仏の展示がされていまして、多種多様な大仏の様子とか、あとはその制作に込められた思いなんかも語られていました。そしてこちらが今回ご紹介します萩カフェさんになっているんですけれども、こんな感じでめちゃくちゃレトロな雰囲気がおしゃれになっていますので、ぜひ訪れていただいて写真とかもしっかりと撮っていただきたいなと思っています。ただですね、こちら平日のランチタイムを狙って訪れたんですけれども、もうすでにですね12時から並ぶ列があったりとか、12時に入店してからはたくさんのお客さんが入ってきて、どんどんと席が埋まってしまった印象でございますので、訪れてしっかりとご飯をいただきたい方はなるべく12時ぴったりに訪れていただくのがいいかなと思っています。さらにこちらはモーニングの提供もありまして、朝8時から10時30分まで、ラストオーダーは10時なんですけれども提供されていますので、気になる方はモーニングのタイミングでも訪れてほしいです。今映していましたのは萩カフェさんのランチメニュー、そして萩荘さんが出されている別人の開放紙とメニュー表がセットになったものになっています。このメニュー表自体もイラストを添えてとてもおしゃれに書いていただいていますので、この辺りを記念に持って帰っていただいて、もし2度3度訪れる機会がありましたら、この辺りの中から気になるメニューをさらに頼んでほしいです。今回は半熟卵のキーマカレーいただいたんですけども、サバサンドも個人的にはめちゃくちゃ気になっていますので、またこちらの屋根線エリアに訪れた際には改めて頼んでみたいと思っていますし、さらにこちらではアルコールメニューの提供もありますので、夜のタイミングに訪れてアルコールもたしなんでみたいなと思ってます。ちなみに夜は8時まで、そして7時半のラストオーダーになってますので、そのあたりはご注意いただきたいです。
そしてこちらはこの日いただきましたランチセットの半熟卵のキーマカレーでございます。ランチセットはドリンクもついていますし、さらにサラダもしくは季節のデザートをいただくことができますので、その点も嬉しいポイントになっています。この器も含めてめちゃくちゃおしゃれな雰囲気が伝わってくれるかと思いますので、ぜひですね、このおしゃれな空間と、あとはレトロな雰囲気を味わっていただきつつ、こちらの絶品な半熟卵のキーマカレー頼んでほしいです。他にも先ほど申し上げたようなサバサンドのランチメニューもありますので、ぜひ気になる方はそちらも頼んでほしいです。で、こちらのハギソウさんなんですけれども、地域の文化発信の役割を担っている思いの詰まった空間になっていまして、2階に登っていただきますと、谷中の街全体をホテルに見立てる離れのレセプションや、ハギソウや東京芸大ゆかりのアーティストによるアクセサリーや小物を集めたショップも用意されているということでございますので、ランチをいただいた後にはそちらに訪れていただいて、屋根線エリアの魅力に触れていただきたいなと思ってます。で、こちら卵を割ってみたんですけど、めちゃくちゃ美味しそうな雰囲気が伝わってくれると嬉しいです。で、さらにこちらは先ほど申し上げました季節のデザートになっていまして、この日はジェラートをいただくことができました。めちゃくちゃシャリシャリな食感でございまして、食後のデザートとしてもすっきりと味わうことができたので、とても美味しかったです。続いては食後に訪れさせていただきました食べログカフェ100名店2021にも選ばれていますエスプレッソファクトリーさんでございます。こちらは屋根線エリアで長年地域の方々に愛されているカフェだということでございまして、エスプレッソのこだわりがめちゃくちゃあります。こんな形で店内にもエスプレッソに関する説明をしていただけてますので、ぜひ確認していただいてこだわりのエスプレッソドリンク頼んでほしいというところでございます。こちらのお店では店主さん自らの手で注いでくれますので、一杯一杯丁寧にエスプレッソを抽出していただけますし、味にムラがなく安定して美味しくいただけるところもポイントになっています。さらに今回はエスプレッソドリンクカフェラテでいただいたんですけれども、焼き菓子の提供や豆の販売なんかもありますので、ご自宅用にもおかずいただきたいと思っていますし、月曜日から土曜日までは朝8時からやってますので、仕事前のひとときにも使っていただきたいです。続いては同じく千駄木エリアから猫右衛門というところをご紹介していきます。こちらのお店も築90年以上の古民家を改装してできたお茶を飲みつつ招き猫の絵付けができるハンズカフェになっています。まさにお店の外から猫ちゃんをモチーフにしたような雰囲気漂う空間になっているのが予想つくかなといったところでございます。で、こちらでは白猫のレアチーズケーキ、黒猫のモンブラン、白縁のエクレア、黒島のエクレアなど猫にこだわったカフェメニューがとても素敵でございます。で、店内はこんな形でレトロな雰囲気が漂う空間になっていますし、カウンター席もありますので、お一人様とかでも利用できるかなといったところでございます。で、こちらではこんな感じでレトロな店内の中に至るところに猫のキャラクターがいますので、もしお子さんとかと訪れていただいた際にはそういった猫探しなんかもしていただけるととても楽しく過ごせるかなと思います。で、こちら冒頭で申し上げました通り、絵付け体験もできるということでございますし、さらにそちらの絵付け体験は事前予約もできるということでございますので、屋根線エリア充実して効率よく過ごしたいという方は、ぜひそちらのご活用もご検討ください。さらにこちらではコーヒーやスイーツだけではなくて、ランチメニューやこちらの生ビールも用意されていますので、お好みのスタイルで楽しむことができるというのも嬉しいポイントになっています。今こちらメニュー表を映させていただいているんですけども、こちらでは楽天でランキング1位になったテイクアウトスイーツである猫もにゃかというものも販売されているということでございますので、屋根線エリア、先ほどご紹介した谷中銀座にもたくさんおすすめのお店がありますけれども、単純にお土産に困ってしまった方なんかはこちらに訪れていただいて、今申し上げました猫もにゃかを買っていただくととてもいいかなというところでございます。そしてこちらはこの日いただきましたケーキとドリンクのセットでございます。この日私はエクレアとコーヒーをセットでいただいてみたんですけども、この見た目がとても可愛らしい感じですので、ぜひですね、写真とかにも収めていただいて、インスタグラム等で投稿していただきたいところでございます。で、こちらのお店は11時から18時までやってるんですけども、定休日は月曜日になっていまして、月曜日が祝日の場合は翌日が代休になるということでございますので、ぜひそのあたりは確認していただければというところでございます。上野公園内の美術館、博物館が休みのことも結構多いので、もしかするとそのあたりの予定に合わせて、こちらのお店も月曜定休にしているのかなと思いました。
そして最後にご紹介しますのは、入谷駅の近くにあります2020年7月にニューオープンしましたレボン開催湯というところでございます。今回のお店紹介の中では結構たくさんのレトロな空間ご紹介してきたんですけども、まさにこの動画の最後の締めくくりとして一番ご紹介したいところがこちらのレボン開催湯でございます。1928年から約90年の間、町の銭湯として愛された開催湯がカフェとして生まれ変わってできたお店になっています。ということで今映させていただきました通り、お店の入り口では下駄箱がありまして、下駄箱の札を取っていただいて自分の靴を収納していただくといったまさに銭湯のような装いはそのまま踏襲されていますし、こちら土足禁止になっていますので、そういったところももしかすると銭湯に馴染みがない方なんかは体験型カフェとしても楽しめる空間になっているのかなと思っています。こちらは2016年の設備の老朽化を機に銭湯の営業は終了してしまったということでございますけれども、内装はこんな感じで当時の装いそのままにテレワークでも使えるようなスペースになっています。結構そのあたりも嬉しいポイントですよね。もう本当に至るところにこの銭湯の雰囲気が詰まっていますので、ぜひそのあたり視覚的にも楽しんでいただきたいと思ってますし、この日私が訪れた時にも先にいらっしゃっていたお客さんは外国人の方っぽかったので、もし皆さんが外国人観光客の方とこちらの屋根線エリアを訪れる機会がありましたら、こちらのレボン開催湯さんと合わせて訪れていただいて、日本のレトロな雰囲気を味わってほしいというところでございます。さらにこちらに焙煎機があります通り、自家焙煎のコーヒーをこちらのお店ではいただくことができますので、コーヒー好きな方でも必見なお店になっています。そして何といっても一番の目玉は、自家焙煎のコーヒーと農園から直接仕入れた果物で作る自家煎アイスクリームをペアリングのさらに上の段階、マリアージュさせたメニューがレモン開催湯さんの魅力になっていますので、ぜひですね、その組み合わせのレパートリー4種類ほどこの日はあったんですけども、ご自身で好きなフレーバーを選んでいただいて最高のひとときを過ごしてほしいと思っています。実際にこちらではお風呂に入ることはできないんですけども、お風呂上がりのコーヒーの一杯、さらにアイスクリームめちゃくちゃ美味しいと思いますので、ぜひそういった雰囲気を心で感じていただきながら、ペアリングを超えたマリアージュの体験を味わってほしいです。でさらにこちら見学限定になってるんですけども、かつての銭湯の雰囲気をそのまま残しています空間も見学することができますので、ぜひお店の方にお声掛けいただきまして、こちらの空間も目で楽しんでいただきたいと思っています。で、こちらレボンという名前は何かと言いますと、再生を意味するリボーンから来ているということでございまして、プロジェクト名だということでございます。主役は魅力あふれる建物と堆積された記憶であり、レボンというのはその記憶を次の時代へとつなぐためのプロジェクトだということでございます。なので今回レボン開催湯というふうにご紹介させていただいているんですけども、ここ開催湯以外も今後生まれ変わっていくのかなと思うと結構ワクワクしますよね。そしてこちらはこの日いただきました湘南ゴールド&コロンビアのマリアージュメニューでございます。で、こちらなんですけども、コーヒー単体、アイス単体でもめちゃくちゃ美味しいのは間違いないんですけども、実際にコーヒーとアイスを合わせて食べてみますと、アイスの甘みが引き出されて、また違った味わいを感じられる新体験のメニューになっていましたので、ぜひご自身で訪れていただいて、この食感、この感覚を味わってほしいです。先ほど申し上げたようなこのペアリングのセット、いくつか説明書きもされていますので、ぜひご自身の目でご確認いただいて、一番気に入ったメニューを頼んでほしいです。以上、今回は上野日暮里エリアからおすすめカフェを6選ご紹介させていただきました。特に日暮里エリアと申し上げましたのは屋根線というエリアでございますので、今回していただいた方は今回ご紹介した谷中銀座なんかで食べ歩きをしていただきつつ、さらにご紹介させていただきましたリノベーションカフェを中心としたおしゃれな空間で素敵な時間を過ごしてほしいというところでございます。このチャンネルでご紹介させていただいてます通り、東京は再開発が進んでいて街並みもどんどん変わってきてるんですけども、こういった屋根線エリアですとか、以前にご紹介させていただいている日本橋エリアとかには随所に昔の趣なんかも残っていますので、ぜひそのあたりも楽しんでいただくというのが東京都内のカフェ巡りの楽しみ方の一つのポイントなのかなと思っています。今後も主要駅以外にもこういった形でおすすめのエリアとかありましたらご紹介していこうと思いますので、ぜひ確認していただいて休日の過ごし方の一つのヒントとしていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。